皆さんこんにちは、みのりんです。今日はですね、久しぶりにスライムの実験をしていきたいと思います。皆さんはアリエールと洗濯のりを混ぜたらスライムになるって知ってますか？結構有名な方法なんですけども、今回はそれとじゃじゃん、これ知ってますか？このぷよぷよの洗剤を使ってこの5つを買ってきたので、スライムができるか試していきたいと思います。そもそもスライムができるかも全然わからないので、早速やっていきたいと思います。まずは最初に普通のアリエールを使ってスライムを作っていきたいと思います。実は初めてなので、どんな感じか見てみたかったんです。まずは洗濯のりを用意します。これを 100ml くらい、そしてアリエールを大さじ2杯入れるそうです。これくらいかな。あとはこれをよく混ぜていきます。はい、最初に作ったのがちょっと硬すぎたので、もう一度作り直してみたところ、めちゃくちゃ伸びるやつができました。気持ちいい。はい、では普通のアリエールを使って作ることができたので、次は早速ジェルボールを使って作っていきたいと思います。ではまず1つ目です。まずは洗濯のりを入れて、こちらのジェルボールを開けていきたいと思います。ジェルボールめっちゃプニプニして気持ちいいですね。はい、ではいきます。ジェルっぽい感じになりましたが、スライムにはなりませんでした。やっぱり放射水を混ぜるとスライムになります。で、このスライムのすごくいいところがめちゃくちゃもちもちなんです。同時に伸びます。柔らかくてすごくもちもちのスライムができました。次のジェルボールに移りたいと思います。はい、では次のジェルボールに移りたいと思います。次はこちらのジェルボールです。では早速開けていきます。これ実はアリエールのジェルボールだったので、これはスライム化するんじゃないかなと思ったのですが、ならなかったです。ではせっかくなので放射入れてスライム化しましょう。スライム完成です。めっちゃトロトロのスライムができました。どれもパッケージがすごく似ていますが、違うブランドです。なかなかスライム化しないですね。はい、これもスライムにできたので次に移りたいと思います。これは上の方はプニプニしたジェルなんですけども、下の方は完璧な粉ですね。これもちょっとスライムになりにくい気がします。いや、ちょっとだけスライムができてます。粉が全部固まってなんかジェル状になりました。スライムにはならなかったんですけども、今までで一番面白い結果になりました。へー、こうなるんですね。じゃじゃん、ピンク色のジェルボールです。かわいい。では早速開けていきたいと思います。今ほんのちょっとだけスライムになりかけてました。もしかしたら海苔の量が多いのかな。ちょっと最後にもう一度海苔を少なめにして作ってみたいと思います。洗濯のりの量を書いてもう一度作ってみたんですけども、海苔の量じゃないかもしれないです。
はい、では最後のピンクのスライムも完成しました。はい、皆さんいかがでしたか？意外とスライムにならなかったのでちょっと残念でした。アリエールとかなるかなと思っていたんですけどね。ただし普通に放射を入れればもっちもちなスライムになりますし、さらにもう色がついているので簡単に可愛い色ができちゃいます。ポンって入れるだけでできちゃうので、ぜひぜひやってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。